この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、背景描くのって得意ですか？僕は普段動画内で絵の添削をしたりするので、多くの添削希望のイラスト見ることがあるんですが、その中でいつも思うことがあるんです。もったいない！いろんなイラスト見比べてみるとですね、明らかに見栄えのするイラスト、いまいち見栄えがしないイラスト、一つの違いだけではっきりと明暗が分かれてしまうんです。その違いが何かというと、背景があるかないかなんです。背景がきちっと描かれているイラストは見栄えがしますが、いくらキャラクターがしっかり描かれていてもですね、背景が描かれていないイラストってなかなか見栄えがしづらいんですね。そんなの分かってるけどさ、でも背景描くのってめんどくさいんだよね。しかもなんか難しそうだし、初心者にはハードル高いよって思ってるあなた、それ完全に間違ってますよ。背景はですね、簡単です。この動画を見ていただければ、あなたが抱えている背景って難しそう、めんどくさそう、そんなイメージを払拭して、うわー、背景超簡単じゃん。っていうか、なんで私今まで背景描かなかったんだろう。バカ私のバカってね、今まで背景を描かなかったことを後悔しちゃうぐらい、あなたの絵のレベルを格段にアップしていただけるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは斉藤直樹の簡単背景講座、早速いってみましょう。星とオーロラ。まず今回紹介する中で一番簡単なのに一番見栄えがする背景、それがこれ、星空です。いや最初から超難しそうじゃんって思いました？いえ、これね、超簡単です。最初から順番に説明していきますね。まずは画面全体を青でベタ塗りします。そしたら上に向かって暗い色にグラデーションさせましょう。グラデーションツールを使ってもいいですし、柔らかみを出したい場合はブラシでグラデーションさせてもいい感じです。次に星を描いていきます。星を描くブラシはこんな風に点々をまばらに描いていけるブラシを作り、円を描くようにランダムに筆を動かしていけば、あっという間に星空が出来上がります。最初は薄い青を使って点々を描いていきます。その後で今度はもう少しだけ明るい青を使って点々をさらに描き足していきましょう。さっきよりも少しだけまばらに数を減らして描いていくといい感じです。そして最後は一番明るい星です。白に近い明るい色を選択して、ところどころにポツポツと明るい星を追加していきましょう。こんな風に一番暗い星、中ぐらいの明るさ、そして一番明るい星と段階に分けて書き込むことで、単調ではない画面に夜空に奥行きを持たせることができます。ちなみにこの星ブラシは僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードできるようにしておきましたので、もし欲しい方はですね、概要欄の URL をチェックしてみてください。そしたらですね、次はオーロラを描いていきましょう。一見難しそうに見えるかもしれませんが、描き方が分かっちゃえば、なんだこんなに簡単だったのかって拍子抜けしちゃうぐらい、そのぐらいね、簡単です。まずはオーロラを描く目安になる当たり線を描いていきます。こんな感じでふにゃふにゃーっと線を描いていってください。はい、これがオーロラの当たり線になります。後で消しますので、レイヤーは分けておいてくださいね。そしたらこの当たり線を目安にしながら光のカーテンを描いていきましょう。レイヤーモードハードライトのレイヤーを作って、淡い青色でこんな風にシュ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 って上に向かってカーテンを伸ばしていきます。筆ムラはですね、そのままオーロラの光の揺らぎの表現になりますから、あまり綺麗には整えず、むしろね、荒々しい感じで良いでしょう。一通り手が入ったら、またさらに新しいハードライトレイヤーを作って、今度はもうちょっとだけ明るい色でカーテンを描いていきます。今度はもう少し短いカーテンですね。これもですね、特に筆ムラを気にすることなく、当たり線の周辺だけに書き込んでいきましょう。そしたら最後、次は赤紫色を選んで、光のカーテンの先端部分にシュッ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 って、今度はね、少し長めだったり、部分的には短かったり、抑揚をつけながら描いていきましょう。さあ、どうです？結構ね、綺麗ですよね。すべて描き終わったら、今描いていったレイヤーをレイヤーセットでまとめておいて、そのレイヤーセットにレイヤーマスクを追加します。そしてそのレイヤーマスクに黒で書き込んでいくと、ほら、オーロラの一部が非表示になっていきますよね。こんな感じで、さっき描いた当たり線を目安に不必要な部分を消していきましょう。そして最後、オーロラの折り返し部分
分ですね。ここも追加していきます。やり方は今と同じ。折り返し部分にも今の手順で光のカーテンを追加していったら、星空とオーロラの背景完成です。ちなみにですね、この背景にキャラクターを追加するとこんな感じの見栄えになります。どうです？すごくね、神秘的な美しいイラストに仕上がりそうですよね。でもどうでしょう、背景はかなり簡単だったんじゃないですか？特に星空はですね、いろいろな場面で応用が可能ですので、ぜひ覚えておいてください。割れガラス、今のでも結構難しかったよっていう方はこれ結構おすすめです。割れガラス背景、どうですか？結構かっこいいでしょ？これはですね、キャラクターの立ち絵、特にかっこいい系のキャラクターだったら大体これを背景にしておけばもう間違いないっていうぐらい何にでも使える、でも簡単っていうね、背景です。描き方は超簡単。まずは背景をベタ塗りします。何色でもいいですが、今回は紫に塗っていきますね。そしたら中央より少し上にひび割れの中心になる穴ポコを作っていきます。ガラスが割れたイメージにしたいので、カクカクっとした穴だと感じが出るでしょう。そしたらその穴ポコを中心に上下左右にバキバキバキってね、白い線を走らせてください。直線ツールを使ってもいいですし、フリーハンドでも大丈夫。ガラスがね、パリーンって割れたような感じをイメージしつつ、どんどんひび割れを追加していきましょう。コツとしては、一定のリズムでひび割れが入っていくのではなく、ここは細かく割れている、こっちはそこまで細かく割れていないっていう感じで、粗密を作っていくことです。割れた面の大きさに差をつけることによって、後で絵になった時に面白みが生まれやすくなると思います。ひび割れが描き終わったら、次はひび割れによって角度が変わったガラス面の映り込みを描いていきます。まずは今よりも暗めの紫色を選んで、ひび割れの線で囲まれた部分をところどころ暗い色を塗っていきましょう。そしたら次は逆に明るい色を選んで、またところどころ明るい面を作っていきます。はい、こんな感じ。そしたら今度は少し色相をずらして青っぽい明るい色で最初の紫レイヤーを選択して中央に向かってグラデーションをさせていきます。これでより画面中央に意識が向くようになりましたね。で、最後、今度はまた色相をちょっとずらして赤紫色を選びましょう。そしたらさっき暗い色で塗ったガラス面を選択して画面端に向かって赤紫色のグラデーションを追加します。はい、これで完成です。画面中央に向かってパリーンってね、ガラスが割れたようなかっこいい画面が出来上がりました。ここにキャラクターを配置するとしたら、まあ何でもいいんですけどね、例えばこんな感じのキャラじゃないでしょうか。はい、思春期のね、ちょっとナイーブな感じの少年の絵なんかを載せてあげると、繊細で壊れやすい心の内をこのひび割れた背景がね、うまく表現できるかもしれませんね。それと今回の動画はただ見ていただいてもためにはなりますが、見るだけよりもやはり一度描いてみること、一度動画を通して見てみたら、これやってみたいっていう背景一つだけでもいいので、実際に動画を見ながらやってみてください。それだけでもう次からその背景もうあなたのイラストで使えるようになっているはずです。ぜひ実際にチャレンジしてみてくださいね。次行ってみましょう。ポートレート点描。これはですね、以前紹介してすごく評判が良かった背景です。ポートレート点描。このポートレート点描っていう名前は僕が勝手につけた名前で、ポートレート写真のようにぼやけた印象を点描でお手軽に作っちゃうっていう背景です。まずは薄い青で全体をベタ塗りしましょう。そしたらその上から濃い緑色でちょん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 ってね、点を打っていきます。点の大きさや濃さは一定ではなくてまばらにした方がいい感じになると思います。画面上半分に点々を描いていく点描をしていきましょう。そしたら次は黄緑色を選びます。ブラシの透明度を少し上げて、後ろの色がちょっとだけ透けるようにしながらちょん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 と、今度はさっきよりもまばらに点々を描いていきましょう。途中でブラシの透明度をさらに上げて薄い色で点描をしていくことで、画面に奥行きや透明感をさらに付け足すことができます。そしたら最後は真っ白を選んで点描をしていきます。今みたいに透明度を上げたブラシで、今度はさらにまばらにちょんちょんちょんってね、白い点を追加していきます。この段階で画面の下半分に関しては白で飛ばしてしまってもいいかもしれません。そしたら最後、これだけだとちょっと平坦な感じの印象になってしまいますから、スクリーンレイヤーモードを選んで下からふわっと青いグラデーションをかけてあげましょう。こうすることで下からの照り返しの光を表現できますので、人物をここに置いた時にものすごいエモい雰囲気になると思います。そして最後、好みによって写真風にこのように白い縁をつけ
けてあげても感じが出ると思います。はい、これでポートレート点描背景完成ですね。さあ、ここに人物を載せてみると、はい、こんな感じですね。ポートレート点描はですね、近くの被写体だけにピントを合わせてバックを全てぼやかすっていう手法ですから、キャラをアップにしておくことですごく効果的に見えます。ものすごいね、エモい雰囲気伝わってきますよね。一見難しそうに見えるけど、やってみると超簡単で、しかも超エモエモな背景になっちゃいます。ポートレート点描、ぜひお試しください。キープアウト。こちらは今回一番手順が少ない背景、かつ強制的に注目を集めて見栄えをさせられてしまう、とってもね、卑怯な背景です。はい、これ、キープアウト背景。もうね、見た瞬間、おってね、注目しちゃうでしょ、これ。これには理由があるんですが、もうすっごいお手軽なのでね、ぜひ覚えてほしい背景の一つです。まずは黄色でベタ塗りします。そしたらね、選択範囲を作って塗りつぶす。で、黒い長四角を描きましょう。そしたら自由変形で、こんな風に斜めに変形したら、縦方向にどんどんコピペしていきましょう。それが終わったら、今度は画面端にもね、斜め線を追加していきます。今と同じ手法で、黒い四角を変形して、斜め線に整えたら、またしてもコピペで縦にどんどん連ねていきましょう。逆側の端も同じように、変形とコピーを駆使して、縦に斜線を重ねていきます。はい、斜線はね、これで終わりです。こんな風に、黄色と黒で構成した画面って、すっごい目を引くんですよね。これなんでだかわかりますか？黄色と黒の組み合わせ。これはですね、被験色とか警戒色って言われている色の組み合わせなんです。この色の組み合わせを見ると、人間は本能的に、うわ、危ないってね、有無を言わさずに注目しちゃう色なんですね。例えば、自然界で言うと、スズメバチとかが警戒色です。人間にとって危ないことこの上ないので、本能にね、もう刷り込まれちゃっているわけなんですね。その人間の仕組みを利用した卑怯な手段で注目を集める方法。それがね、警戒色です。さて、続きをやっていきます。次はですね、文字を書いていきましょう。書いていく文字の内容は、何でもいいんですが、今回はワーニング、キープアウトっていう感じでね、危険を知らせる警告の言葉を書いていきましょう。書いたら縦にコピーして並べてみるのもいいかもしれません。逆側にも何か文字を書いていってみましょう。今度は漢字で注意、立ち入り禁止ってね、書いておきましょうか。場合によっては、赤文字とかにしてもより一層警戒度を増すことができると思います。今回は黒一色でやっていきますね。はい、これももう一つコピーしておきましょう。そしたらね、ここからは最後の仕上げです。この場所がより一層危険な場所だということを表すために、壁に何か擦れてインクが剥げた感じを追加していきましょう。やり方は簡単。今書いた文字をレイヤーセットにまとめたら、レイヤーマスクを加えます。そしたら、ちょっと粗めなブラシで、こんな風にガリ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 ってね、硬いものを引っかいたように、黒いインクをこそげ取っていきましょう。線でガリガリって引っかいてもいいですし、何か硬いものでつっついたみたいにね、ディシッディシッでね、点々でインクを剥がしてもいいです。これだけでも十分ですが、もしもっとテクスチャ感をアップさせたい場合には、フリー素材なんかで壁の引っかき傷なんかをダウンロードして、こんな風にさらに細かく傷を追加しても面白い質感になると思います。あとはですね、例えばこんな風に、ところどころ高温で垂れてきたインクを書いてあげてもアクセントになっていい感じですね。はい、キープアウト背景。こちらで完成です。ではこの上にキャラクターを置いてみましょう。こういう危険な香りのする背景には、やはりね、危険な香りのする男が似合いますから、ここはもうね、彼しかいないでしょう。はい、本日2度目の登場、ナムミオくんですね。いやもうこの背景書いた時点でね、もうこの人しかいないだろうなっていう風に思ってました。危険な男だけじゃなく、この背景結構どんなものを置いても意外と様になると思うので、皆さんぜひ書いてみてくださいね。スポットライト。最後はちょっとだけ描写力が必要な背景なんですが、これもね、いろいろな場面でかなり使えるので紹介します。スポットライト背景です。これはですね、すごくドラマチックな効果が生まれる背景なので、キャラがね、大いなる運命に巻き込まれた時とか、暗闇から立ち上がる決意をした時とか、人物の内に秘めた強い思いを表現できる背景ですね。今回は最初に暗めの茶色でベタ塗りします。そしたら上から降り注ぐ強めの光ですね。これをパーッと放射状に描いていきましょう。ある程度描けたら、一つ下にもう一枚レイヤーを追加して、少し明るめの色でふわっと、今度はぼやけた光を追加していきます。それが終わったら今度は光の中心部をさらに明るく照らしていきます。ハードライトレイヤーを追加したら、明るい黄色で中央の光を強めていきましょう。カッと強烈な光で照らされてるイメージです。そしたら今度はオーバーレイレイヤーを追加して、光の周りの彩度を上げていきます。こうすることによって絵がまるで発光しているような感
感じを表現できますね。次に上から降り注ぐ紙吹雪エフェクト、これを追加していきましょう。上から舞い散ってくるイメージなので、こんな感じで下は大きめ、上は小さめを意識しつつ画面に奥行きを追加していきます。ところどころ細かめの紙も足してあげると単調にならずに画面が面白くなると思います。そして次に影になっている暗い紙吹雪も追加してあげます。こんな感じですね。影になっている部分については紙の下にも影が伸びますので、こんな風に放射状に長い影を伸ばしてあげましょう。はい、こんな感じでスポットライト背景完成です。早速キャラを配置してみましょう。さてこれにはね、どんなキャラクターが入るかというとですね、はい、こちら自分の運命を呪いつつも何かを決意した男性ですね。こういうね、ちょっとこう強い思いを胸に秘めたタイプのキャラを置いてあげるとですね、スポットライト背景はとても雄弁に彼の胸の内に秘めたる思いを表現してくれますので、ちょっとね描くのは今回紹介した他の背景よりも難しいかもしれないんですけどね、非常に使い勝手の良い背景だと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで今回は誰でも簡単背景の描き方講座をお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。また今回作った星ブラシに関しては概要欄より無料でダウンロードしていただけるんですが、じゃあ斉藤さんが普段使っているブラシって何なの？どうやって作ってんの？っていう部分も気になる方結構ねいらっしゃると思うんです。そんな時にはこの動画、有料級最強ブラシはこう作れデジタルブラシ作り方講座をご覧ください。僕が普段使っている最強ブラシの作り方をね知っていただけると思います。最後にお知らせがあります。皆さんイラストに行き詰まった時にそのお悩みを解決するテクニックがその場で簡単に実例的で検索できたら便利じゃないですか。そこでこれ、はい、こちらなんと好評いただいている気まぐれ添削が本になっちゃいました。こちらさいとうなおきのもったいないイラスト添削講座。こちらはですね、今まで添削動画でお伝えしてきた内容をキャラクター、演出、構図の3つの視点に分けてイラストテクニックについて具体的に解説、ジャンルを分けたことによってポイントが分かりやすくまとまっております。こんな風に動画で一度学んだ内容も後で気軽におさらいすることもできますね。さらにお悩み別に整理して解説しておりますので、自分の悩みを目次で検索し、そのお悩みの解決アイディアを自分に合わせて探し出すこともできるようになっております。そしてなんと今までのイラストハウツー本になかった試みとして公式さんの許可も得て二次創作についてもまとめさせていただいており、推しを魅力的に描きたいという気持ちにも応えられる一冊になっております。そして今回はおまけとしてこの本限定の動画も収録しております。あなたが今抱えているイラストのお悩みにピンポイントで聞いて読んだ後にすぐに試せるイラストテクニック本になっております。本日より Amazon もしくは全国の書店さんにて予約が開始されておりますので、動画の概要欄のリンクから予約していただけると嬉しいです。ちなみに電子版の予約開始は2週間ほど後になりますが、発売日は同時8月26日木曜日の発売予定となっております。ぜひぜひお手に取っていただき、あなたのイラストテクニックをぐぐっと引き上げる足がかりにしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。